離婚に関する雑学。実は一度でも離婚の経験がある人は、次の恋愛において未経験の人にはない圧倒的な包容力や現実的な優しさを持っていることが多い。人生の大きな転機を乗り越えた経験は、人間の内面を深く成熟させ、相手を思いやる視点をガラリと変えさせるのだ。今回は恋愛心理学や人間関係の視点から解き明かす、一度でも離婚の経験がある人が次の恋愛で見せる決定的な魅力と行動パターンを詳しく解説していく。実は一度でも離婚の経験がある人は、パートナーに対して過度な理想や完璧さを求めず、ありのままの欠点も優しく受け入れることができる。結婚生活の現実を身をもって知っているからこそ、人は誰しも完璧ではないという前提で相手に向き合えるのだ。これは心理学における需要の精神が深く育まれている状態であり、一緒にいて変なプレッシャーを感じない心地よさを生み出す。相手の小さな失敗を責めずに、男の包容力や大人の余裕で包み込んでくれるのは、過去の経験を糧に成長した証拠なのである。実は一度でも離婚の経験がある人は、話し合いの重要性を深く理解しており、感情的に怒りをぶつけずに冷静に問題を解決しようとする。不満を溜め込んだり、お互いに意地を張り合ったりすることが、関係を壊す最大の原因だと痛いほど分かっているのだ。そのため意見が食い違った時でも、相手の言い分をまずはしっかりと聞き、冷静に建設的な言葉で解決の糸口を探ろうとする。この圧倒的な安定感とコミュニケーション能力こそが、これからの2人の関係を長続きさせる最大の強みとなるのである。実は一度でも離婚の経験がある人は、日々の他愛のない日常や相手がしてくれる小さな気遣いに対して人一倍深い感謝と喜びを感じる。当たり前のように一緒にご飯を食べたり、笑顔で会話を交わしたりする時間が、どれほど奇跡的で尊いものかを深く知っているのだ。そのため相手が自分のためにしてくれた些細な行動を見逃さず、ありがとうの言葉をまっすぐに伝えてくれる。日常の小さな幸福を全力で大切にしようとするその真摯な姿勢が、2人の関係に温かい空気感をもたらすのである。実は一度でも離婚の経験がある人は、自分のプライベートな時間や相手の自由な空間を尊重し、心地よい距離感を上手に保つことができる。お互いが一人の人間として自立し、それぞれの時間を充実させることが結果的に二人の絆を強くすると学んでいるのだ。束縛や過度な依存が相手の負担になることを知っているため、信じて見守るという大人の愛の形を自然と実践できる。この程よい距離感があるからこそ、二人で過ごす時間がさらに愛おしく特別なものへと変わっていくのである。実は一度でも離婚の経験がある人は、トラブルやハプニングが起きても慌てず、抜群の危機管理能力であなたをリードしてくれる。生活を共にする中で発生するさまざまな現実的問題をくぐり抜けてきたため、ちょっとしたトラブルでは動じない精神力が備わっているのだ。トラブルを相手のせいにしたり、機嫌を悪くしたりせず、今何ができるかを瞬時に判断して冷静に行動に移すことができる。隣にいるだけで絶大な安心感を与えてくれるその頼もしい対応力こそが、過去の修羅場を乗り越えてきたからこそにじみ出る大人の余裕なのだ。恋愛に役立つ雑学。実は女性は優しいだけの男性は、いい人としては大好きであっても一人の異性として本気で惚れることは少ない。女性の脳はただ自分の意見に合わせてくれるだけの優しさよりも、時には自分を引っ張ってくれる強さや軸のある男性に本能的に惹かれるのだ。今回は恋愛心理学の視点から解き明かす、優しいだけの男性が友達止まりになる理由と女性が本当に求めている魅力の正体を詳しく解説していく。実は女性は優しいだけの男性は、何でも委ねられると決断力のなさと感じて疲れてしまう。何でもいいよ、君の好きな方でいいよという言葉は一見相手を尊重しているようだが、女性からすれば選択という脳のエネルギーを使う作業を丸投げされている状態なのだ。これは心理学において責任の回避と捉えられることがあり、リードしてほしいという女性の本能的な欲求を満たすことができない。本当にモテる男性は相手の意見を聞きつつも、
じゃあ俺がここに連れて行くねと男らしくスマートに決断を下すのである。実は女性は優しいだけの男性は自分の機嫌を伺う態度をされると魅力を感じなくなる。嫌われたくないという心理から相手の顔色ばかりを気にしていると、どうしても頼りなく格下の存在として女性の目に映ってしまうのだ。女性が本能的に求めているのは対等あるいは自分を守ってくれるような精神的な強さを持った強いオスとしての存在である。自分の軸を持たずにただペコペコしてしまう態度こそが恋愛対象から外れて男友達や都合のいい人で終わってしまう最大の原因なのだ。実は女性は優しいだけの男性は間違った時に叱ってくれないと心からは信頼しない。どんなわがままや理不尽も可愛いから許すよと受け流すだけの優しさは裏を返せば自分に深く関わろうとしないことなかれ主義に見えてしまうのだ。これは心理学で社会的対抗を受け止める包容力とは異なり、ただの甘やかしであり二人の関係を深く育てるための衝突を避けている状態である。ダメなものはダメだと毅然とした態度で向き合ってくれる男性にこそ女性は一生ついていきたいという絶対的な信頼を抱くのである。実は女性は優しいだけの男性は誰にでも親切すぎると特別感がなくなって冷めてしまう。周囲の人全員に良い顔をする八方美人のような優しさは大好きな彼女からすれば私じゃなくてもいいんだという寂しさや不安につながるのだ。女性は誰よりもあなただけは特別だよという限定的な愛情や特別扱いを強く求めている生き物である。他の人には少しクールなのに自分の前でだけは優しく頼もしい姿を見せてくれる、その不器用なギャップにこそ心が激しく揺さぶられるのだ。実は女性は優しいだけの男性は愚痴をただ慰めるだけでなく解決に導く強さを求めている。ただ大変だったねと共感してくれる優しさも大切だが、それだけでは現状を変えることができず精神的な頼りなさを感じてしまうのだ。心理学において女性はピンチの時に自分を安全な場所へと引き上げてくれる圧倒的な安心感と包容力を男性に期待している。寄り添う優しさと同時に大丈夫俺がついてるから一緒に解決しようと言って行動してくれる男らしい頼もしさに女性は一生の恋に落ちるのである。独身に関する雑学。実は独身の方が向いている人は決して恋愛能力が低いわけではなく自分の時間を最大化できる才能を持っている。人間の脳は一人の時間を深く愛するように設計されているタイプがあり、無理に誰かといるとストレスをためやすいのだ。今回は心理学の視点から解き明かす、実は独身の方が人生を大成功させやすい人の決定的なサインを詳しく解説していく。実は独身の方が向いている人は休みの日に誰とも会わずに一人で過ごす時間にこれ以上ない幸福とエネルギーの回復を感じる。普通の人は孤独を感じる空間であっても自分の趣味や読書に没頭することで脳内のストレスが嘘のように消え去っていくのだ。これは心理学で内向的エネルギー充電と呼ばれる気質であり、他人に気を使わない時間こそが最高の癒しになっている証拠である。誰にも邪魔されない至高のソロタイムを心から楽しめる人こそ独身というライフスタイルで最も輝ける人なのだ。実は独身の方が向いている人は自分のやりたいことや趣味に対して他人の目を一切気にせず限界までお金と時間を投資できる。恋人や家族がいるとどうしても発生する時間的な制限や経済的な妥協を一切する必要がなく自分の理想を追求できるのだ。これは自己実現の欲求が極めて高い状態であり、自分の人生の舵取りを全て自分自身の決断だけでコントロールしている。他人に合わせるストレスから完全に解放されているため、自分の好きな分野で圧倒的な成果やスキルを身につけやすいのである。実は独身の方が向いている人は部屋のインテリアや日々のルーティンに対して自分だけの強いこだわりと美学を持っている。家具の配置から食事のタイミングまで自分の決めたルール通りに生活することが精神の安定に直結しているのだ。誰かと生活を共にして自分のペースを乱されたり妥協を強いられたりすることに強い苦痛を感じるタイプである。
自分の城を完璧にプロデュースし、その快適な空間で心からリラックスできることこそが独身の才能の表れなのだ。実は独身の方が向いている人は、仕事やキャリアにおける突然の方向転換や新しい挑戦を誰の許可も得ずに即断即決で実行できる。急な海外赴任や転職、あるいは新しいビジネスの立ち上げなど、リスクを伴う選択を自分の責任だけで自由に決められるのだ。パートナーへの相談や配慮というプロセスを飛び越えて、自分の直感と情熱のままに動ける圧倒的な軽快さを持っている。この自由なフットワークこそが、人生のチャンスを確実につかみ取り、大きな成功へとつなげる最強の武器なのである。実は独身の方が向いている人は、他人に依存せず自分一人の力で精神的な自立を果たしており、孤独を恐れるどころか楽しんでいる。寂しさを埋めるために誰かと一緒にいるのではなく、自分自身の存在を自分で認められる高い自己肯定感を持っているのだ。心理学においてこの状態は完全なる自己完結と評され、誰かに振り回されることのない最強のメンタルを維持できる。孤独をポジティブな自由として捉え、自分の人生を自分の力で最高に面白くできる人こそ本物の独身貴族なのだ。